犬を飼いたい。そう思ったことはありませんか？可愛い犬と毎日一緒に過ごしたり、散歩に出かけたり、家に帰った時に尻尾を振って迎えてくれたり、犬との暮らしにはたくさんの楽しさがあります。でも、実際に犬を飼ってみると、こんなに毎日のお世話が必要なんだ。思っていたよりお金がかかる。旅行に行くのも簡単じゃない。など、飼う前には気づきにくいこともたくさんあります。犬を迎えてからこんなはずじゃなかったとならないためにも、事前に犬との生活を具体的にイメージしておくことが大切です。今回は、犬を飼う前に知っておきたい5つのことを紹介します。これから犬を飼いたいと思っている人は、ぜひ最後まで見てみてください。1つ目、毎日のお世話は思っているより多い。犬のお世話と聞くと、ご飯をあげて散歩をすればいいと思っている人もいるかもしれません。でも、実際にはそれだけではありません。毎日のご飯や水の用意はもちろん、トイレの掃除、ペットシーツの交換、散歩、ブラッシングなど、様々なお世話があります。特にトイレのお世話は毎日必要です。犬がおしっこをしたペットシーツを長い間そのままにしていると、部屋に匂いが残ってしまうことがあります。犬がうんちをした場合も、その度に片付けなければなりません。もちろん、散歩中も同じです。外でうんちをしたら、飼い主がきちんと拾って持ち帰り、住んでいる地域のルールに従って処理します。また、散歩中に犬がおしっこをした時には、場所によっては水をかけて流すなど、周囲に配慮している飼い主さんもいます。そして、犬種によっては毎日のブラッシングが必要だったり、耳や歯のお手入れをしたり、定期的に爪を切ったりすることも必要です。一つ一つのお世話は、それほど大変ではないように感じるかもしれません。でも、大切なのは、これが毎日続くということです。雨の日でも、仕事で疲れている日でも、犬のお世話を休むことはできません。犬を迎える前には、毎日このお世話を続けられるかな、と、しっかり考えておきましょう。2つ目、犬を飼うと思っている以上にお金がかかる。犬を飼うためにはお金も必要です。犬を迎える時の費用だけを考えていると、その後に必要になるお金に驚くかもしれません。日々必要になるものとして、ドッグフードやおやつ、ペットシーツ、うんち袋などがあります。首輪やリード、ベッド、食器、おもちゃなども必要です。さらに、犬の健康を守るためには、ワクチンや健康診断などにもお金がかかります。犬種によっては、定期的にトリミングへ連れて行く必要もあります。そして特に考えておきたいのが、病気や怪我をした時です。動物病院では、人間と同じように診察や検査、薬、手術などが必要になる場合があります。元気な時にはあまり想像しないかもしれませんが、年齢を重ねるにつれて病院へ行く機会が増える犬もいます。そのため、ペット保険を利用する家庭もあります。もちろん、ペット保険に入るかどうかは家庭によって違いますが、突然大きな医療費が必要になる可能性があることは知っておいた方がいいでしょう。犬を飼う前には、犬を飼うためにいくら必要かだけではなく、犬と暮らし続けるために毎月、毎年どのくらいのお金が必要になるのかまで考えておくことが大切です。3つ目、小型犬だから飼いやすいとは限らない。初めて犬を飼うなら小型犬が飼いやすそうと思う人も多いかもしれません。確かに体が小さい犬は抱っこがしやすかったり、食べる量は大型犬より少なかったりする場合があります。でも、体が小さいことと飼いやすいことは同じではありません。小型犬の中にもとても活発な犬や警戒心が強い犬、気が強い犬、たくさん運動したい犬などがいます。もちろん性格には個体差があるので、同じ犬種でも性格が全く同じというわけではありません。さらに、子犬の時期は特にお世話が大変です。子犬は歯が生え変わる時期などに口の中がむずがゆくなり、家具やスリッパ、コードなどをかじってしまうことがあります。トイレを失敗することもあります。遊んでいるつもりで手を甘噛みしたり、興奮して
吠えてしまったりすることもあります。何回教えてもできないと感じることがあるかもしれません。でも、犬は人間のルールを最初から知っているわけではありません。していいこと、してはいけないことを根気よく教えていく必要があります。そのため犬を選ぶときには、見た目が可愛い、小さいから飼いやすそうという理由だけではなく、その犬種の性格や運動量、吠えやすさ、お手入れのしやすさなども調べておきましょう。4つ目、気軽に旅行へ行けなくなることもある。犬を飼うと、これまでの生活スタイルが変わることがあります。特に大きく変わりやすいのが、旅行や長時間の外出です。人間だけなら、来週旅行に行こうと決めてすぐに出かけられるかもしれません。でも、犬がいる場合は、犬はどうするということを必ず考えなければなりません。何日も犬だけを家に残して旅行に行くことはできません。家族や知人に預かってもらうのか、ペットホテルを利用するのか、ペットシッターをお願いするのか、それとも犬と一緒に泊まれる宿を探すのか、事前に準備が必要です。近くに犬を預かってくれる家族や知人がいない場合は、旅行のたびにペットホテルなどを探す必要があります。そして犬によっては、慣れない場所に預けられること自体がストレスになることもあります。旅行だけではありません。仕事などで長時間家を空ける家庭の場合、毎日どのくらい留守番をすることになるのかも考えておいた方がいいでしょう。犬を迎えるということは、犬に合わせて自分たちの生活も少し変えていくということです。5つ目、老犬になった時のことまで考えておく。最後はとても大切なことです。犬はずっと元気な子犬のままではありません。犬も人間と同じように年を取ります。若い頃は元気に走り回っていた犬でも、年齢を重ねると歩く速度がゆっくりになったり、長い散歩が難しくなったりすることがあります。トイレの失敗が増えたり、耳が聞こえにくくなったり、病院へ通う回数が増えたりすることもあります。場合によっては、階段の上り下りを手伝ったり、食事や排泄をサポートしたりする必要が出てくるかもしれません。夜中に何度も起きるようになれば、人間側の生活リズムにも影響します。犬を飼う前には、元気な犬と遊ぶ生活だけではなく、高齢になった犬のお世話をする生活まで想像しておくことが大切です。また、犬が高齢になってくると、少し長く家を空けるだけでも、ちゃんと寝ているかな？体調は大丈夫かな？何か起きていないかな？と心配になることがあります。そんな時には、スマートフォンから家の中の様子を確認できるペット用の見守りカメラを利用する方法もあります。まとめ。今回は犬を飼う前に知っておきたい5つのことを紹介しました。犬との暮らしには確かに大変なことがあります。でも一緒に散歩をしたり遊んだりそばで眠ったり毎日一緒に過ごしているうちに犬は大切な家族の一員になっていきます。だからこそ可愛いから飼いたいだけで決めるのではなく、その犬が年を取るまで最後まで責任を持って一緒に暮らせるか、犬を迎える前にしっかり考えてみてください。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。